教えて、ノッツ先はい、じゃあ、まず頭を落としていきます。で、ここもやっぱね、ヒレが危ないんで、刺さらないように焦らず。で、このヒレを持ち上げると、ここにちょっと隙間ができるので、これがきっかけですね。これでこう入れていったらいいと思います。ここからスーッと入れていって、こういう感じですね。で、半分入れて、ひっくり返して、はい、ヒレ持ち上げて、ここから。こういきます。ここまで来たらパキッと持ったら外れますんで、骨も結構ポコッといくもんなんですね。なので関節で切れやすいので、そこにこう力を加えてやったら、今全然力入れてなかったでしょ。なんか包丁だとなかなか切れにくい感じがそうですね。ここの関節のこのちょっと透明になってるところが分かる。こことかにスポッと入れると切れる。はい、この白いところは硬いです。なのでこういう関節ないな、ここなんかも切れそうですね。こういうところを目指して包丁入れてやるか、さっきの折るのはもうこいつが大きいんで、力があんまりなくてもこう入るのでっていう感じですね。今日はちょっと頭を鯛めしする時の出汁用にちょっと取ろうと思うんで、頭を割っていきます。頭を割る時はね、この釜がついてた方が座りがいいです。はい。釜を取っちゃうとグラングランになるんで、ちょっとやりにくいですから。で、一発でやろうと思うとこれも怪我するんで、はい。まずはなんだかこの歯と歯の間中ですね。これだったらまあこいつちょっと歯並び悪いけど、ここが真ん中ですね。ここをめがけてまず刃先を入れてやると、こうで、この時一気にいくんじゃなくて、ガイドラインつけます。で、ガイドラインを軽くこうスッと入れてやると、今ここまで入って、でさっきの脳天締めした穴がここにあるんで、今ちょっとガイドラインがちょっと斜めだけど、まあイメージこういうまっすぐな感じ。はい。で、大体家庭にある出刃って片刃なんですよ。こっちに。なのでまっすぐはなかなか難しいです。このまままっすぐしてもこうなるんですね。なので気持ちこっちに傾けながらやってやるとセンター取りやすいけど、多分これはねちょっとセンターは外しちゃうかもしれないけど、今のガイドライン入れて、今度唇に切れ目を入れます。こう入れたらここが今外れた状態ですね。でここからは慎重にグッと入れて、今度はてこの原理でここ支点にして下に落としていくと、こういう感じで、で無理せずちょっとずつで、こうなったら今度ね、包丁をひねるとこういう感じですね。今これでちょうどセンターからちょっと外れたけど、こんな感じで広げると。はい。あとはここから半分に切っちゃうと。で、ここだけはちょっと硬いんで、硬いな。こんな感じですね。さばいていきます。この時にちょっと鱗が残ってたら鱗をつけた方が。はい、じゃあここから3枚におろしていきます。まずは僕はもう背からいくんで、この背びれのこの辺からですね。これはどっちが多いんですか？もう背からが多い。人によってだと思うんですけど、まあ背腹かな、僕は。ここから入れますね。ここからスーッとガイドラインをぐーっと入れて、でこの辺りまで。だからちょっとなんで押してやるとここが開くんで、スーッとこの音を聞きながら、これが骨に当たってる音ですね。
ここまでからどうしてもね、僕とか身が骨に相当ついた状態になるんですけど、やっぱ一番はとにかく骨に一生懸命当てながら、カカカカカと、これほとんど骨に身がついてないですね、こんな感じで、今中骨まで来たんで、今度は反転させてこっちから入れていきます。ここもこのヒレの付け根ぐらい、ここのヒレ骨って結構奥まで入ってるんで、そこを沿わす感じですね。こうスーッと、でも最初ガイドライン入れます、ここまで入れて、あとはゆっくりですね、骨を感じながら入れていくと、でね、これ前回のお寿司屋さんでナルト骨、こいつもナルト骨がありますね。ナルト骨があるとさばきにくいです。まあ今両方両側からこう入れれた状態、あとこの腹骨がつながってるので、ここから入れて尻尾を持ってこれで今分解ができました。ナルト骨っていうのは、ナルト骨がここですね。ボコボコってなってるでしょ。これはこのタイがちっちゃい頃に骨折してるんですよ。で骨折で折れたところを強化するために石灰化していってこういうボコッとなる、まあ天然の証ですね。はい、いわゆるもう天然の証がこのナルト骨、はい、こういう感じですね。ここが1234つ、ここ昔多分折れたんでしょうね。これも波にもまれてみたいな感じなんですね。そうですね。由来としてはね、徳島の鳴門海峡の激流の中で、次じゃあまた反対返して、よいしょ。また僕は正から、このヒレの上からですね。はい。はい。いきます。でもずーっとガイドラインをスーッと入れていく。今の音、骨を感じながら入れていくと、こんな感じですね。はい、ここまでいったら反対にして、ここから、さっきのナルト骨があるんで、ここだけねちょっと身が凝りやすいんで、ちょっと丁寧にいって。こんだけボコッとしますから、これでここを貫通させて、はいですね。でここを切るとこんな感じで3枚ですね。はい、じゃあね、この段階でちょっと鯛めし用の出汁を取っていきます。骨からもよく出汁が出るので、でここの白いとこが関節、この関節に入れてパンパンとしたら簡単にここは切れます。ただここのね背びれが硬いので、背びれを立てて背びれがないとこを切ってやるとこんな感じで、ここもここは今度はこっちの骨も硬いんで、この辺りで切ってやるか、そのグリル家庭のね調理器具によって違うんですけど、うちだったらこれくらいかな。ここがまず関節決めちゃって切って、で今度ヒレの付け根ですね。ここまで来たら付け根で無理せず切れば簡単に切れます。でこれも後で使います。で次腹骨をすいていきます。腹骨はまず逆さ包丁、で鯛の腹骨は結構深く入ってます。なのでここはね蹴散らずも大きくいっちゃったんでいいと思います。ここからこう入れてスーッとこの腹膜をのける感じですね。ここで切っちゃう。でここについてる身も鯛めしに使えますから、続いて反対側も逆さ包丁を入れて、こんな感じですね。はい、ここめっちゃ美味しいんですよ。うまそうですね。
で続いて、中骨も外していきます。でこっちも中骨も、鯛めしで使います。もう鯛を本当捨てるとこないんで、はい、こっちもしてきます。はい、これで中骨を外してきます。やっぱ釣りたて身が透き通ってますね。綺麗です。いいですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。血合いも全然ね、綺麗な状態。中骨取って、で今度はお刺身なんで今日はもう皮引いちゃいます。僕はもう向こうからこう引く何切りって正確に言うかわかんないですけど、まあこっからきっかけ入れて皮一枚で止めて、皮一枚で止めて、あ、ごめん、うまくいかなかった。こう失敗した時はリカバリーとしてはこっち側からまた入れてやると。ちょっとね昨日気合い入れて、包丁を研ぎましたんでめちゃ予想以上に切れちゃったと。そう普段のうちの切れない包丁じゃなくなってましたね。まあでもこう丁寧にやっていけばすごいな。そう上手にっていくとこういう感じで完璧なリカバリー、すごいな、こんなに綺麗に。そうです。まあ一回失敗してもね焦らずやればいいのと、あとここで出た皮も一口大に切って、これを軽く茹でて食べるのも美味しいんで、お味噌汁の具材でも美味しいです。こんな感じですね。全て美味しいものを活用すると。そう。今の時期はね、鯛自身も脂が乗ってるんで、結構この皮引き自身も簡単です。脂がないやつは滑らないんで、これ脂がすごいですね。